はい、今日はエアライフルのみこし射撃術について、お伝えしたいと思います。よろしくお願いします。射撃場で的に当てることができても、実戦では獲物に当たらないっていうのは皆さん経験してると思います。これは私が初めて50メートル射場に行った時の標的のたまたま残ってたんでちょっと使いました。50メートルでこれぐらいのグルーピングができれば、基本的には実量上は問題ないはずなのになぜか獲物に当たらないっていうことが多いかと思います。で、これってのは、一つは距離の問題があるんですけれども、もう一つはですね、獲物が動くっていうことと風とかの影響を見越した射撃、見越し射撃ができてないってことが一つ影響になると思います。で、画面上あるのはこの戦闘機ですけれども、これも照準器がついておりまして、翼から機銃が出るんですけれども、それがどこに着弾するかっていうのは、やっぱりドッグファイトっつってくるくる回ってる中でも重力とかの計算して見越し射撃ですね。どれぐらいの先に弾が落ちるかっていうのを計算して表示されてるっていうアナログコンピューターがついてたと言われております。ということで、そんな照準器が、あるといいなと思いますけれども、残念ながら日本の資料ではそのような照準器っていうのはない状況ですね。なので自分でやらなきゃいけないということになります。じゃあ、録画映像を見てみますね。マガモですね。じゃあ、行きますね。はい、当たりました。ちょっともう一回見てみましょうかね。はい、こんな感じですね。はい、もう一回。ちょっと、日の出直後でですね、ちょっと暗いんですよね。なので弾がよく見えないので、ちょっとマウスで追いながらお伝えします。ここで映像が乱れてるんで発砲してるんですね。で、しばらく見ていくと、これが弾ですね。で、この辺に来て、この辺に来て、ここに当たってますね。それで、カモの首筋に当たって、ダウンしてしまったということになります。で、もう一回見てみますね。はい、こんな感じですね。ということでございます。で、発射時の照準を見てみますね。この状態で、発砲しているということで、よくあることなんですけれども、獲物を真ん中に置いて発砲するっていうのは実量上は稀ってわけじゃないですけれども、あんまりないですね。で、テクニックとしては50メートルぴったりの距離に近づいて発砲するっていう技もあります。だけど、私の場合はどちらかというとこういうランニングターゲット、移動するターゲットに向かって発砲することが多いということで、このような技術が必要になってくるということになりますね。状況としては風が吹いてて、カモがほんのちょっとだけこちら側に手前に移動してるっていうような状況ですね。で、上から見るとこんな感じですね。この十字のところに当たることを目指して発砲しているということで、これが発砲時のカモの位置で、未来位置が透かしで書いてあるということですね。で、未来位置にちょうど当たったということですね。それぞれの計算の状況はご覧いただいている通りですね。なので、風でしょ、移動でしょ、見越しの幅、あとは落下量ですね。エアライフルの場合はすぐに弾が落下しますので、どれぐらい落下しなきゃいけないかというのを計算しなきゃいけないということですね。これについては今回のデジタルスコープによって結構楽になりました。だけど、見越しの射撃が必要だということで、3.5 ミリほど見越しを取って射撃しているということになります。風が吹くので、弾が左側に流されるということで、少しリードを取ってるのと、カモが移動するっていうことで、さらにリードを取ってるということで、二重のリードを取ってるから、カモの半分ぐらいの長さまでリードを取って射撃してるっていうことになります。風が吹くと、弾が左に流される。カモはカモで移動しているということですね。それぞれのリードを取っているということになります。で、もう一個見てみますね。じゃあもう一個見てみます。今度はマガモ81メートルですね。
はい、外れました。もう一回見てみます。はい、外れました。はい、もう一回ですね。はい、外れましたね。じゃあ、ちょっと細かく見ていきますかね。この辺りからですかね。で、コマ送りで見ていくと、ちょっとピントがいまいち合ってないんで、映像が荒いんでご了承ください。細かく見ていくと、ここで発砲してますね。それで、弾はここですね。ここに着弾してますね。だから、もう一回見てみますと、みこしで、実はカモはね、弾着したところにちょうど十字のここら辺に来るようになってるんですけれども、弾がなぜか左に流されてるっていうことですね。これは波を見ていただくと分かる通り、先ほどよりも強い風が吹いてます。なので、弾だけがずれて落ちたということになります。ただ、さっきと違うのは、カモはこっち側に、左側に動いてるってことですね。で、風も少し強いということになりますね。で、平面図で見るとこんな感じですね。カモの移動が、0.5 メートル毎秒で、未来の予測位置はこっちでしたね。で、実際は着弾点はこの辺にあると。カモの左側に落ちてるということですね。この場合はどう考えたらいいかっていうと、みこしについては移動だけ単体で見たら成功しているということですね。ただ風が吹いたせいで着弾がずれているということですので、実際はほぼみこしは必要なかったってことですね。カモも左に移動している。風も左に移動しているから、弾も左にずれるということで、おそらく正解は発射位置はここではなくて、この81メートル1のあたり、この範囲で発射すれば、カモの移動と同時に弾が移動していって、左に移動していって、同時に着弾するということだったはずです。なので、非常に難しいですね。こういう場合もね、あります。あとは、ちょっと画像解析しているときに気がついたんですけど、カモは実は斜めに移動してるんで、みこしが合ってたとしても、当たったかどうか、もうちょっと奥側に当たるべきだったんですね。だからこれ81って書いてありますけれども、実際もう少し82とか3ぐらいの見通しで撃つべきだったかなというところですね。なので、みこしでも射撃に失敗しているということと、あとは、距離ですね。でも射撃に失敗しているっていう例ですね。こんな感じになります。なので、さっきのところでもう一回言いますと、カモの左に移動するのに合わせて、ここで射撃すれば当たってた可能性があるということですね。難しいですね。照準の方を縦横で分解して考えると、縦方向は距離とほぼイーブンだということで、距離計である程度の目処が立つということですね。で、横方向はターゲット移動と風というのがありますので、もうここから先は経験と勘というところになります。縦方向は考えることが少し減ったんですけども、横方向については相変わらず経験と勘が必要だということです。ただですね、皆さん風速計って持ってますか？私持ってるんですけども、これ2000円ぐらいなんですよ。で、射撃のたびにいちいち測らなくてもいいと思います。ただ、何メートルの風がどういう風な風の当たり方をするか、風が顔に当たるときどんな感じかとか、草で風がなびくときどんな雰囲気かっていうのは、風速計持って、2メートルの風ってこんな雰囲気だとか、3メートルの風はこんな雰囲気だっていうのを実際に体験した方がいいと思います。前回もご紹介しましたけど、今回弾道計算の答え合わせに使用したアプリについては、チェアガンエリートバリスティックツールというのを使用してますので、こちらで先ほどの映像から各要素をインプットして、同じように再現できるようにシミュレーションしたので、データの信憑性はだいぶ取れてるかなと思います。では今日はここで終わりにしますね。皆さん、もうあと1ヶ月もないですけれども、良いハンティングライフをお送りください。それではさようなら。